はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、白黒のくーたくん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ね、カリカリ。なんか夜中の方のがよく食べるっぽくてな。昨日はだから寝る前にちょっとあげたんだけど、さっさとなくなったんで、あれと思ってね、もう一回、継ぎ足してやったんだよね。なので、今夕飯がたっぷり残ってる感じでございましたが、きっとこれは夜中に食べるんだろうな。それ用に取ってあるのかな。にゃんこなりの備蓄なのかいみたいなな。はい。では、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースっていうかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティースタマちゃんいなくなっちゃったな。ジャスティース。今日も塩入りの白湯。てか結構暑いな。塩入りのお湯かな。ね、今日は暑かったからね。でも、ポットに入ってるお湯全然使ってなかったんで、それを使わないともったいないかなと思っ
で、今日は暑いけれども、塩入りのお湯にしてみました。はい。さあ、竹縄にしよっか。竹縄にしよっかね。はい、今日は何の話しますかね。今日は水曜日な。水曜日で、何してたかな。今日は農協行ったな。そう、昨日はね、昨日は朝からね、本当はお出かけするならね、もうあんまり暑くならないうちに行っといた方がいいんじゃないかなって思うんだけどさ、ね、ただそう思って、だから昨日は出かけるつもりでいたんだけれども、体調の方が全然ダメだったんで、あれみたいな感じで、ちょっと予想外だったよ、みたいな感じでね、突然、風のような感じで、昨日はね、全く復活することができず、お休みしましたっていう感じだな。で、今日はだから、何も、することがないんで、今日は昨日の代わりに出かけてもいいんだけどと思いつつ、昨日ね、買い物しようかなと思ってたんだけど、昨日杉友の日だったからさ、ところが全然買い物に行ける気力がなくね、終わってしまったので、なので昨日行かなかった買い物を今日は、しましたっていう感じかな。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワー。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。そういえば、チャンネル登録者数がな、増えた。朝起きたらチャンネル登録者数がすげえ増えててびっくりしたよって感じね。なんかショート動画がなんか回ってるっぽいよみたいなな。で、通知もさ、にゃんこのチャンネルの方は通知オフにしてないんだよね。他のチャンネルは通知オフにしちゃってんで、コメント入っても全然わかんないんだけどね。ここのチャンネルのはまだね、通知オンのままなんだよね。ただその届く、なんだっけ、アドレスをさ、メールアドレスをさ、新しく Google のさ、メール、取ったじゃんか、メールアドレス。で、なんだっけ、なりすましアタックに、なんだっけ、攻撃受けてたんで、攻撃受けたやつはね、その新しい、まだ使ってないメールアドレスにね、変更すれば大丈夫かななんて思ってさ、なんか新しいメールアドレスにしちゃったんだよね。だけど、そっちに、来るメールは全然、わかんないわけ。だから結局通知オンにしてるんだけど、通知コツみたいな感じでね。で、その Google メール見てみたらさ、なんかすごい YouTube のコメントめっちゃ入ってんの。あれめっちゃ入ってたよ、みたいなね。そんな感じで、なんかショート動画がね、回って急に登録者が何人だろう。80人 ?90 人わかんないけど、そんくらい増えたっぽい。ありがとうございます。みたいなな。てんたまさん、旅疲れもありましょう。どうなんだろうね。旅疲れ多分ね、関係ないと思う。全然関係ないと思う。まあね、人間どんなに健康な人でも、時々はね、風邪っていうの、その、なんかしらの菌だかウイルスだかに、やられるもんなんだって。ただまあ、そのたんびに、ウイルスだかなんだかにね、対抗する抗体ができるんで、そのたんびにね、人間はパワーアップしていくもんなんだよっていうので、ああ、そうかってね、どんなに健康な人でも風邪にはなるもんなんだなって思ったらね、じゃあ私も健康ということだ。私も弱ってるから風邪になったわけではなくな、健康ってことだなと思ってな。で、なんか、まあ熱が出てるほどではなさそうなんだけど、なんか熱が出てる時のような感覚だったんだよね。で、めちゃくちゃ頭痛く
。でもずーっと寝てんのにさ、全然起きれないみたいな。そうで、夢の中でね、カニタンさんとなんかお出かけする約束をしてたっぽいんだけど、全然起きれなくてね、なんか迷惑かけてるっていう夢を一日中昨日見てたんだっていう感じね。よしさ、ジャスティス、皆さんこんばんは。ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。ヨッシーさん、本当だ、3000人以上になっています。そう。すげえ増えてる。びっくりした。タヌコさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。ケンタマさん、藤子さん、ブレイクの予感だといいけどね。だといいけどね。このチャンネル10年以上やってるから。10年以上やってるから、みたいなね。カニタさん、どこに行ったのだろうね。そう、なんだっけな。どこに行く約束だったのか。なんか昨日の時点では覚えてたんだけど、今日になったらもう忘れちゃったんだけど、なんかね、どこに行く約束だったのか忘れちゃったんだけど、とにかくなんかね、出かける約束をしてて、ただお互い、なんかその約束してたよなって、なんとなく覚えてるのに、そのやり取りをした履歴っていうのかながどこにもなくって、あれ、なんか気のせいかななんて思って、で、まあ一応連絡して、で、なんか今日約束してたよねなんて、確認したら、ねえみたいな感じで、お互いなんかそんな感じなのね。なんか履歴みたいのがないんだけど、約束してたよねみたいのだけはあって、で、なんかね、4人ぐらいで出かける用事だったみたいなんだよね。で、一旦なんか会って、で、今日出かける予定だったよね、みたいな感じで、そうだよね、みたいなのでね、じゃあっていうので、一旦帰って、で、準備しようか、みたいなね。で、そこから出かけようか、みたいな、そういう感じだったんだけど、今、ゆりたんが一生懸命運行している。運行している。かわいいお尻だな。で、出かける用事で、一旦家帰って、なんて言ってたんだけど、私はやっぱりね、寝ちゃって、全然寝ちゃって起きれない状態なんだよね。で、まあ、出かけるって言ってたのに出てこないからさ、なんか4人ぐらいでね、迎えに来て、で、玄関前でね、なんか、なかなか出てこないね、どうしちゃったんだろうね、みたいなことを、言われてるのに、それは聞こえてるのに、全然、出ていけないみたいなね、そんな現実と混ざったような感じの夢をね、なんか見てたよって感じね。本当、昨日ずっと寝てたのに起きれなかったよって感じでさ、これどうだろう、明日復活すんのかなと思ってさ、こんな一日中ね、何も様子変わらないのに、明日これ、私治んのかなと思ったらさ、治ったよね。治ったよ、みたいなね。そう、風邪ってなんか本当は1日で治るもんらしいんだよね。で、大概私そういう感じでさ、時々風邪っぽいみたいな感じになるんだけどさ、風邪っぽい感じになってもあんまりなんだろう、重症化しないっていうのかな。ほぼ多分ね、熱はおそらく出てないだろうね、みたいなさ。そういう感じなんだよね。中途半端な感じでさ、で、1日で治っちゃうもんでさ、だから何だったんだろうな、みたいな感じなんだけど、まあ、風邪って本当は1日で治るもんだっていうからさ、そっか、じゃあ風邪なんだな。風邪でいいんだな、みたいなね。そんな感じ。カニタンさん、リアルですね。そうなんだよね。なんだったんだろう。なんだったんだろうな、みたいなね、感じ。だから逆は、そっか、今喋りながら気がついた、わかった。過去に、昔あったんだよ。中学生ね。中学生の頃に、遊園地だかどこだかに4人ぐらいでね、出かけるっていう日があったんだよね。で、その時はほら、スマホとかないからさ、駅で待ち合わせして、
で、みんなで一緒に行こうっていう感じなのにさ、一人が全然来ないわけ。で、一人が全然来ないんで、あまりにも来ないからさ、電話したんだよね。そしたら、寝てたみたいな感じで、で、今起きたみたいのでね。で、準備していきますみたいな感じだったんで、じゃあもうちょっと待つかみたいな感じで待ってたのに、それでもね、やっぱり待てど暮らせど来ないわけ。で、さすがにちょっとね、おかしくないって言うんで、また電話したんだよね。そしたらね、まだ寝てるって言うから、みたいな感じで、結局あの日どうしたんだったっけなっていうのをさ、覚えてないんだけど、もうとにかくね、何回電話してもね、寝てるっていうわけよ。だから、なんだろうな、置いていったのかな。今だったら置いていくと思うんだけど、てか私だったら置いて私だったら容赦なく置いてくんだけどさ、まあみんな優しいからね、なんか永遠にずっと待ってたんだったっけな、どうだったっけなっていうのがさ、まあ思い出せないんだけど、なんか時々その時のこと思い出すわけよね。いや、あれひどかったよな。あれひどかったよな、とかって思うんだけどさ、ね、なんか、そんな人だと思わなかったのにっていうのかな。だからまあ、それを許せっていう合図っていうのかな。なんかそういうお知らせだったのかもしれないって、今喋りながら気づいた。喋りながら気づいたな。これまた喋るかな。そう。ラジオ配信ね、他のチャンネルでラジオ配信をやってたんだけどさ、最近ね、全くそれやってなくてさ、で、ほら、通知オンにしてないから気づかなかったんだけどさ、リクエスト来てて、また再開してくださいって再開してくださいってリクエストが来てて、おそうかと思ってさ、再開するのね、と思ってさ、ネタが全然思いつかなかったんだけど、このネタでいいかな。このネタ喋ればいいかな。カイタンさん、回復してよかったね。もうさ、中途半端なんだよね。まあ、あまり長いことをね、苦しまなくてよかったから別にいいっちゃいいんだけどさ。なんか本当にこんなんで、大丈夫なのかな。なんか熱大して上がった感じしないし、なんかちょっと2度ぐらい、ちょっと1、2度上がったぐらいじゃねみたいな感じでさ、そんななんかね、あんまり熱上がって、みたいなね、体温上げて、体の中のばい菌全部、なんだ、やっつけてみたいな感じではないんだよね。ただもう昨日の場合は頭痛いし、いくら寝ても頭痛いし、みたいな感じだったんだよね。ねえ、ヨッシーさん、かなりいい加減な友人ですね。そうなんだよ。だからさ、そんな人だと思わなくて、もっとちゃんと人だと思ってたんだよね。ちゃんとした人だと思ってたのに、学級委員とかやってたからさ、学級委員とかやる人だったんで、もっとね、ちゃんとした人だと思ったんでさ、いくら待ってても来ないから、これさ、だって今から行ってもさ、あんまり遊べないじゃんみたいな感じだったんでさ、ねえ、でもみんな優しいから確か待ってたような気がすんだよねって思うんだよね。もう今の私だったらね、私だったら容赦なんか現地集合で、現地集合でみたいな感じでね、さっさと行くと思うんだけどさ、なんか待ってたような気がするんだよ。テンダーさん、皆さん人が良すぎですね。ね、なんか私の感覚だと。そうなんだけど、時々人と行動するとさ、すげえな、みんな結構優しいなと思って、私だったら絶対待たない。絶対待たないよとかって思うんだけど、なんかよくそういうことあるな、なんてね、ふと思い出したな。カニタンさん、待たせた子も体調悪かったのか、もうそうわかんない。だから悪かったんなら悪かったんでさ、もうそう言ってくれれば、じゃあ残念だけどってことになるんだけどさ、なんかね、ただ寝てただけみたいだったんだよね。だから、その時の出来事をね、許せっていう。ね、そう、だから、
悪かったのかもしれないよっていうね、お知らせだったのかなって今ちょっと喋りながらさ、思ったわけよね。まあ、それぞれにいろんな事情がおそらくあったんだろうから、みたいなね、許してあげなさいよっていうね、ことだったのかなと。ただまあ結構強く印象に残ってるっていうのかな。あの時どうしたんだっけって、時々思い出すんだよね。いや、あれひどかったよなって思うわけよね。で、そう、だから逆の立場を昨日ね、まあ夢の中でだけどさ、経験してな、あ、そういうことだったんかな、みたいな、感じですかね。はい。あとはなんだあと何があったかな。まあとにかく昨日は、なんかちょっと熱出てるっぽい感じっていうか、なんかほら、皮膚とか触ってもさ、あんまり感覚がさ、なんかないっていうかさ、なんか自分が触ってるんだか触ってないんだかみたいな感覚っていうのかな、そういう気持ち悪いね、皮膚の感覚と、あとは頭が痛いっていう感じでね、なんかあんまり熱が出てとかさ、節々痛くて、なんかおかんがして寒くてみたいのは全然なかったんだよね。で、昨日は杉友の日だったし、で、他のドラッグストアのクーポンも出てるし、もうこれは買い物せにゃと思ってたのにさ、いやもう全然いけねえなと思って、で、午前中行こうかと思ってたけど、無理だなって思ってさ、で、午後ね、ちょっと復活したら行こうかなと思ってたけど、もう全然ダメだったんだな、昨日はな。だから今日はね、昨日お買い物しなかったの、行くしかないと思ってさ、まあ今日は杉友の日じゃないから、クーポン1個しか寝てないからね。だからお散歩がてら、ちょっと歩いていかなきゃいけないところに行って、そう、ただその前にさ、メールチェックしたんだよね。メールチェックしたらさ、なんだっけ、クオカードペイが当選しましたっつってさ、クオカードペイ500円分当選しましたっつってやったと思ってさ、それダウンロードしてきて、早速それ使ってな。だからクーポンは1個しか出てなかったけど、500円分あるからと思ってね、甘栗2つ買って、無事帰ってきました。やった、甘栗買った、みたいな感じね、今日はね。で、あとはなんだっけ、ペットシーツ買ったのか。他のドラッグストア行って、ペットシーツ買って、一応気になってた備蓄の補充は多少できましたかねっていう感じがね。あとはなんか、米不足がいよいよね、なんか騒がれ始めたようだから、なんかね、米の備蓄を、まあ、追加購入するかどうするかみたいなところでね、今日はちょっと散々、なんか悩んでたかなっていう感じだったかな。ガニタンさん、読んだな。そうで、そう、米備蓄でさ、なんか2年ぐらい前にね、なんか備蓄って騒がれ始めて、で、私も1個ね、その、長期備蓄というか、なんか真空パックで送られてくる現場にね、まあ、袋がアルミのパックではないんで、段ボール箱から出さずね、そのまま、押し入れにしまってる状態で、確認は今のところしてないんだよね。で、他の人たちがさ、結構もうね、2年前の備蓄の米を開封してみるみたいな米をさ、米じゃない、動画をいくつか出してるみたいで、なんか今日いくつかそんな動画のサムネがさ、上がってきてたわけよね。おすすめ動画かな。で、まあ、見てたんだけど、まあ、虫が湧いてる人とか、あとはその真空パック自分でやったんだけど、それがもう真空じゃなくなってたみたいなね、感じでさ、皆さんいろいろとやらかしてるな。いろいろとやらかしてるなと思って、いや、それ見てたら私も段ボールに入れっぱなしの押し入れにね、奥の方にしまってあるね、米ね、確認した方がいいのかな。どうなのかなみたいなね、感じ。で、まあ、虫湧いてた人も、虫もただなんかね、ちっちゃくって、目の悪い人には見えないかもみたいな、
なんかそういう虫がいっぱい、湧いてた人がいてね。だからそれは、精米機があって、で、玄米で保管してて、で、いつも精米して、で、炊いて食べてるらしいんだよね。で、まあ、精米しちゃえば大丈夫じゃんみたいな感じで、精米してね、やってて、で、やっぱり精米しちゃえばもう虫とかいっちゃって全然わかんないなっていうね、感じになってたから、まあ、それはいいみたいだけどさ、うち精米機ないし、精米機ないしね、虫がいてたらどうすんのって感じね。まあ、真空だから、ね、空気入ってないから大丈夫なのかな。それとも虫はそんなのお構いなしなのかなっていうのがね、ちょっとわかんないよね。だからその辺の不安もあったんでね、なんだ、追加購入新しくね、した方がいいのかな、どうなのかなっていうことを今日はね、ちょっと考えておりましたって感じ。で、あと野菜ね。野菜もさ、まあね、どうしようかなって思って買ってない状態だったんでさ。で、なんか缶詰の乾燥野菜があるらしいんだよね。乾燥野菜ってほら、ビニールのさ、透明の袋に入ってんじゃん。だから長期備蓄させたかったらさ、アルミの袋か、それとも缶詰かなんかに入っててくれた方のが確実だからいいんだよな、なんて思ってさ。そしたらなんか缶詰の乾燥野菜があるっぽかったんで、それを探してたんだけど、アマゾンでさ、なんかなかったんだよね。で、ないなと思って、じゃあアルミに入った野菜のね、乾燥野菜あるかなと思ったんだけど、なんかそれだとね、中国産なんだよね。で、ビニールの透明の袋に入ったやつだったら、まあ国産のね、無添加のやつもあるんだけどさ、アルミのパックに入ってるやつはね、中国産で、砂糖添加されてるやつなんだよね。だから、と思って結局まあ買わなかったけど、みたいなね、感じで、なんだか今日は備蓄系をちょっとね、物色してたかなっていうね、感じだったかな、今日はな。そう、今日は暑かったよな。いよいよなんか30日の日がね、出てくるようになったもんね。来週あたりぐらいからもう30度にね、なんかなりそうになってきたからね。だからもうあまり暑くならないうちにさ、出かけるなら出かけておいた方が危険がなくていいとは思うんだけどっていう感じよね。ヨッシーさん、日に日に暑くなってますね。いよいよな。だから、風がね、通らなくなるんだよね。なんか蒸し暑いなって思うと、もう風が通らなくなってきてんだなと思ってさ。ね、それまでは蒸し暑いなって思う前までは、部屋がさ、風が通ってるんで全然快適なんだけどさ、ピタッとね、ちょっと蒸し暑いかもって思い始めるともうピタッとこの風が通らなくなるんで、そうするともういよいよね、蒸し暑い夏が、やってくるのかっていう感じよな。その割にはさ、家庭菜園の野菜たちが全くもって成長してなくて、もうなんじゃこりゃっていう感じなんだよね。なんかモロヘイヤもさ、なんか新しい土新しい土だからさ、もともとの肥料がさ、入ってる土に、種まきしたはずなのに、だからさすがにね、発芽は早かったんだよね。さっさと発芽したのはさすがに栄養のある土は違うなと思ったんだけど、ただそれっきりね、それっきりなんかほぼ成長が見られなくて、なんかもうと思ってさ、いつこれ種まきしたんだっけと思ってさ、で、夕方になんかノートをさ、見てたんだけど、その、種まきしてね、いつに巻いていつ収穫できるみたいなメモしてるところがあって、で、そこにね、モロヘイヤ書いてあったわけよね。そしたらさ、なんか5月に種まきして、で、7月に収穫できるらしいんで、だから5月に種まきしてると思うんだけどさ、7月に、収穫できるほどこれ大きくなるかな
全然双葉のまんま止まってるんですけどっていう感じでさ、とにかくうちの植物全然食べられるのシソだけなんだよね。シソだけはなんかやったらいろんなプランターのところにさ、もうなんだこぼれ種がね、芽吹いて、なんかわさわさしてるんでさ、それだけは一生懸命食べてんだけどさ、そんだけなんだよね。あと、オカワカメもね、植えたし、まあ一応2回ぐらいは収穫したけど、ただもうね、収穫しちゃうとね、全然その後、葉っぱがないまんまでさ、あれ、あれこれ、ダメだな、みたいな感じなんで。で、オクラも種まきしたけどさ、芽出てきたの2個だけで。で、しかももうね、なんかね、枯れそうになってんだよ、2つとも。これダメだな。オクラこれダメだな、みたいなことになってるしさ。で、キュウリ枯れちゃったじゃん。で、ね、豆苗の、なんだ、ね、豆苗は全部枯れちゃったし、で、あと、なんだ、みょうがはまだ出ないでしょ。で、ゆいたおしっこする機会、今日はシーツを持ってきてないのだ。大丈夫っぽい。よかった。よかったよ。で、なんだったっけな。あと、そっか、ミニトマトも苗のまんまだけどさ、全然大きくならないけど、もうちょっと大きくなったら植え替えようかなと思ってるのにさ、全然大きくならないんでさ、植え替えらんないんだよね。そのまんまなんだよね。もう何も食べられるものができない。で、そう、で、近所でさ、やっぱり多分農協で苗買ったんだろうなっていうお家でね、朝顔のさ、鉢のセットみたいなのあるじゃん。で、それに、ミニトマトかなトマトかなわかんない。どっちだかわかんないけど、苗をさ、植えてるうちがあって、ただ日当たりがうちと全然さ、向きが違うところに置いてるから、いや、こんな日の当たんないところで育つんかね、これは、なんて思ってたわけよね。それが、なんか日に日にぐんぐんでっかくなっててさ、とうとうトマトの実をつけててさ、あれと思って。なんでと思って。こんな日の当たらないところに植わってるトマトはさ、順調に成長してるにもかかわらずさ、うちの野菜たちはさ、めっちゃ日当たりいいはずなのにさ、なんでこんなに成長しないんだろうかと思って、もうなんか悲しくて悲しくてどうしたらいいのこれっていう感じな。ヨッシーさん、エアコンスイッチオン、そうだよね。ちょっと蒸すとさすがにエアコンつけたくなるよね。ヨッシーさん、ネギなんかは買ってきて根っこを植えるとまた育ちますね。だからさ、ネギ買ってきてさ、根っこ植えたけどさ、ネギ坊主になっちゃったわけよね。では、ネギ坊主になっちゃったなと思って、ただまあ、それで種取れるならいいかと思ってさ、そのまま生やしてたんだけどさ、ネギ坊主もさ、なんか種をつけてない状態で、なんかキープしてる感じ。キープしなくていいよ。枯れてくれよ。枯れてくれないとさ、ね、種取ることもできないのにと思いながらさ、でもキープされてんだよね。だけどさ、なんか種ないみたいだから、これずっと置いといてもしょうがないしね、と思って。だからそこ引っこ抜いてな。で、そこにトマト植えようと思ってるんだけどさ。まあ、ネギはキープされたまんまだし。で、トマトも成長しないし、みたいなね。もうさ、っていう感じよね。で、あと、三つ葉とさ、パセリを種まきしたわけよ。で、なんかしないけど、プランターの端っこからさ、出てきたわけよ、両方ともな。で、端っこから出てきたんだけど、端っこからしか出てこないわけ。他のところ全然出てこないわけ。あんなに巻いたじゃん、なんでよっていう感じ。端っこだけ出てきててさ。で、三つ葉なんかはさ、全然でかくなんないわけ。なんかパセリはね、なんか一応ちょっとでかくなってきて、で、あんまりほら、
青々しちゃってもさ、ね、なんか硬くなっちゃって美味しくないって話だから、だからちょっとね、収穫して、で、スープに入れて食べたけど、ね、お腹いっぱいになるわけじゃないじゃん、あれって。で、また第2弾がね、ちょっと硬くなりそうな感じなんで、まあ、そろそろ収穫した方がいいのかなっていう感じなんだけどさ、なんかそんだけなんだよね。三つ葉全然ちっちゃいままだしさ、ちっちゃいままでなんかね、青々しちゃって、なんか美味しくなさそうな感じになっちゃってるし、もうっていう感じなんだよな。カニタンさん、うちもネギ坊主、できてますが、どうしようと思ってたところね。だから時期的に多分、そういう時期なんだと思うよ。今、ネギ坊主ができる時期なんだろうなって思うんだよね。で、どうもさ、他の YouTube 見てると、そのネギ坊主、その種できてると、なんか黒いみたいなんだよね。で、黒いのが種で、完全に枯らしてから、なんか取るといいらしいんだよ。で、やっぱり枯れないとダメなんだな、種って思ってさ。だからもう一個のプランターで今そのモロヘイヤをさ、植えたプランターに前はさ、ほうれん草がね、植わってたんだけど、ほうれん草もさ、大きくならないで、なんか種だけできちゃったんだよね。でも種だけできたなと思って、なかなか枯れないんでさ、ずっとそれでキープされてるんでさ、いや、キープされてもさ、次いけないからなぁなんて思って、しばらく放置してたけど、全然枯れないのよ。だからまあ、これ引っこ抜いちゃえば枯れるからね、それでなんとかなるかなと思って引っこ抜いちゃったんだけど、まあやっぱり自然に枯れるまでほっとかないとダメっぽいんだよね。だから、あれ、ダメかななんて思ってんだけどさ。で、そんなのがあったからさ、そのネギ坊主な、枯れるまでと思って水あげないでさ、そのまま放置してんだけど、水あげないのにさ、全然そういうさ、枯れてほしいのは枯れてくれないしさ、成長してほしいのは全然成長しないしさ、みんな全部が全部中途半端な状態でな、おい、これどうなってんだいっていう感じなんだよね。ヨッシーさん、プランターでは限界があるのかも。まあね、だから、他のプランターはもうね、3年目とかだからさ、ね、で、栄養なくてしょうがないんだろうなって思う部分もあるんだけどさ、意外とそういうのに限って、なんか割とね、しそがわんさか、生えていっちゃうかっていう感じになってるし、で、新しくね、買った、土でね、種まきしたモロヘイヤは全然さっぱりだしさ、もうっていう感じよね。タロットカードタイムかな。はい。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、そう、今日は農協行って、なんかね、もう値段が適当だった。値段が適当だったなっていうのはさ、なんだっけ、ズッキーニがあったんだけど、今までほら、だから、ちっちゃいのはさ、2本セットで、なんか100円とかになってたのに、なんか今日はね、そのすんげえちっちゃいのも、なんかすげえバカでかいのも、全部100円だったんだよね。えっと、全部100円だったんで、じゃあすっげえでっかいの100円だったら、まあちょっとでいいかもと思って、今日はすっげえでっかいズッキーニをね、買ってきたんだよね。で、最初はそれ全部、あの、ちょっと茹でてね、なんか食べようかなと思ったんだけどさ、なんか半分切ったところで鍋いっぱいになっちゃったんだよね。で、これはダメだと思ってさ、半分しょうがないから取っとくかと思って、でね、じゃあと思って、煮て、味噌汁にしてね、で、おじやにして今日は食べましたっていう感じ。で、スーパーで今日豆腐がね、
30%引きだったんで、豆腐30%引きになってんだ、どうしようかなと思ってな。んで、豆腐、いや、買っちゃえと思って、豆腐買って、豆腐とズッキーニの味噌汁にしたよっていう感じ。北海道さん、ストップしません。ヨッシーさん、シュトップ。ヨッシーさん、登録者が増えたのは猫動画がでしょうか？そうです、そうです。なんか、お母さんのことどう思う？ご飯くれるおばちゃん。おばちゃんはやめなさいっていう動画がね、どうも、今、バズってる。うちの動画の中ではバズってるみたいな感じだよ。なんか1日で1万回いったみたいだからな。はい、というわけで、ヨッシーさんからストップの掛け声をいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おつられた男の聖地だね、今日はね。ダイヤルかなんかよく出ますね。ヨッシーさん、猫動画の編集映像が受けたのか。なんかね、そうみたいだね。そうみたいだね。で、これは、釣られた男だから身動き取れないだから、なんか昨日の私みたいな感じが、頭痛くて身動き取れないみたいな、そんな感じ？あれか、体調不良のメッセージかな。なんか夏至が近いから、なんちゃらかんちゃらみたいのがあるんだろうな、きっとな。釣られた男。釣られた男。で、出てくるかな。出た。吊るされた男。基本意味。抵抗できない状態を表すカード。抵抗できない状態を表すカードです。逆さに釣られている男は、一つ前の正義の段階で罰を受けるジャッジを下されたのでしょう。その判決を受け入れた心には静けさが訪れています。だからこそ不自由な体制にありながらも平穏な表情を浮かべているのかもしれません。冷静に自分の過去と現在を見つめ、新たに生まれ変わろうとしています。また、12にナンバーを持つタロットである、吊るされた男のカードは実力以上は求めず、等身大の自分を認めるエネルギーを宿しています。シンボルの解釈。左右に伸びる枝、過去から未来。枝に茂る葉、生きるエネルギー。赤いタイツ、次のステージに進む情熱。青い服、冷静沈着。男に刺すここ。自己犠牲、悟るための知恵。意味とキーワード、正位置キーワード。需要。自分の意思では動くことができない若者。目の前の状況を受け入れるほかありません。吊るされた男の聖地の意味は、身動きが取れない状態を受け入れ、その中で自分自身を見つめる姿勢を示しています。自分の意思ではどうしようもない状態だからこそ、邪念が取り払われるのです。キーワード、試練、受け入れる、理解する、覚悟を決める、献身的になる、思考が深まる、自己犠牲の精神がある、悩み別読み解きで恋愛、尽くす側になる、ゆっくり前進、仕事、キャパオーバー、脱皮のための試練、対人、一人で考える、意図が伝わらない、決断、
立ち止まって状況把握を、はい。逆位置じゃない。人物やキャラクターに当てはめて読み解く正位置。他人と違う視点で物事を見ることができる。熟考してから動き出す。自己犠牲を惜しまない。献身的で慈愛の精神にあふれているが、試練も多い。深読み。すられている男は足を4の字に組んでいます。4は安定を意味する数字。自分に課せられた使命、与えられた使命を受け入れれば、心は自然と落ち着くものだと、吊るされた男は教えてくれるのです。まとめ。変えられない現状を受け入れる姿を表すカード。正位置なら、試練を受け入れる心を表すカードでした。吊るされた男は悟りの境地にある状態を伝えています。正位置は自分の中で新たな覚悟が起こっているのだと受け止めて。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、新たな覚醒が起こっているよ、受け止めてっていうメッセージだったのかな。はい。参考にしていただけてたら幸いでございます。てんたまさん、復帰しました。北海道さん、こんばんは。吉井さん、てんたまさん、または琵琶湖さんを、ハートで見えないやつを見てたんですか？また琵琶湖さんやってるのかな？琵琶湖さんの人気には勝てねえもんな。てんたまさん、いえいえ、そんなことは。そう、そんで、さっきね、なんか YouTube 見てたら、船旅、フェリー旅かフェリー旅とかいうのでさ、東京から、徳島に行くっていう人の動画が上がってきたわけよね。で、まあちょっと長い動画だったんでさ、全部は見れないなと思ったんだけど、そうかと思ってさ、船旅考えてなかったなと思ってね。で、そっか、琵琶湖の感じが違ったのか。かわいいな。琵琶湖さんな。琵琶湖って解明しようかしら。琵琶湖に解明しようかしらね。いいな、それな。なんだったっけ、そう、フェリー旅ね。で、東京から、ちょっと、ちょっと、失礼しました。ぐーちゃんが今、舌出っ放しで寝てっから可愛いなと思ってな。まだ出てるよ。ぐーちゃんよく舌出っ放しだろうな。そう、今日はさ、おしっこシーツもさ、ティッシュもさ、片付けちゃったまんまでな、新しく出してなかったんで、何もなかったのにさ、おしっこされたんで。失礼しました、急にね。北海道さん、藤子さんに質問です。スパッチャよろしくお願いします。ヨッシーさん、おしっこトラブル、はい、正解。北海道さん、ハラスメントって難しいっすよね。北海道さん、おしっこ。ね、で、そのさ、フェリーが徳島まで行くのに、東京からなんか18時間なんだって。18時間ってさ、私がこの前高速バス、夜行バスで大阪行ったのと、まあ距離的にはちょっと長いけれどもさ、12時間だっ
たよなと思ってさ、それよりも6時間も長いわけよねと思って、で、同じぐらいの距離しか行かないわけでしょ。へえと思って。で、しかも片道2万とかすんだよね。へえ。2万かと思って、往復で2万だったらまだしもな、片道2万で18時間かと思ってな。ちょっとそっか、フェリー旅もいいなって一瞬思ったんだけどさ、現実的に考えて、いや、片道18時間で2万かと思ったら、ちょっと無理かなと思ったんだけど、かわいいな、クータが。クータがなんかぐっちゃぐちゃになって寝てんだ。ぐっちゃぐちゃになって寝てる。落ち着かないね。で、なんだっけ、18時間で、ただまあその、ね、18時間、揺れとかどうなんだろう、気持ち悪くなったりとかね、しないのかなっていうのが、それがまあ気になったんだけど、その辺はあんまりわかんなかったんだけどね。なんだ、お風呂があるわけよね。あ、お風呂ってそういえばね、ジャンボフェリーにはお風呂ついてるとか言ってたけど、こういう感じのことかと思ってさ。ね、で、なんか窓から一応外が見えるみたいじゃんか。まあそっか。船っていうか海だからな。向こうからこっち見られるってこともないんだろうからな。それでもいいんだろうね、なんて思ってさ。いや、浴槽からそっか、外見えんだな、なんて思ってね。やっぱり微妙にちょっとね、ガタガタガタって揺れてるんでさ、その風呂のお湯もそう、ガタガタガタって感じで揺れてんで、まあやっぱり揺れてるんだよね。多少はやっぱり揺れるよね、と思って。ね、この揺れで長時間ね、横になって、なんかね、酔わないかなっていうふうに思うんだよね。だから私この前ほら、バスでさ、外を見れなかったじゃんか、夜行バス、カーテン閉めてくださいって言われるからさ。んでね、真っ暗な中で、じゃあもう寝るしかないっていう感じでさ、いるんだけど、なかなか寝れなかったし、で、その間ちょっと酔ったわけよね。行きのバスでは酔ったかな。なんか帰りはまあ、酔いはしなかったのかな。だから結局、予備っていうか一応、梅のお菓子をさ、買っといたんだよね。行きではまさかね、そんな酔うと思わなかったから、梅のお菓子は用意しないで行ったんだけど、だからまあ途中で酔ったパーキングエリア、サービスエリアでね、梅のお菓子買って、それでなんとか復活したんでね、ああ、よかったよって感じだったんだけど、だからそれまではちょっとね、ういよった。やばい、どうしようっていう感じだったんでね。なんか、フェリーもね、やっぱり長時間でしょ。そのバスよりも長いわけじゃん、時間が、乗ってる時間が。だからどうなんだろうと思って。まあ、ただ、広さがね、バスみたいに狭くないから、広いし、で、あとはカーテン閉めてくださいって言われるわけじゃないから、まあ、寝れないなら寝れないでね、外見てたりとかも多分しててもいいんだろうから、それに比べれば、まあね、バスよりはフェリーの方が楽なのかなとかって思うんだけどさ、ただ、長時間なのに寝れないんじゃ、どうなのかね。なんかいろいろ考えちゃうな、みたいな感じだったな。すっきりしたにゃ。ペンタマさん、フェリーで長距離旅してみたいな、そうそう。なんかね、ちょっと一瞬、ああ、いいなと思ってさ、興味は湧いたんだけど、現実的に考えて、ね、時間長えし、高えよと思って。もっと値段が安いんだったらね、いいなと思ったんだけどさ、値段高いしさ、飛行機のが安いじゃんみたいな感じだったからさ、ヨッシーさん。フェリーなら長旅でもいいですね。あ、そうなんだね。波が穏やかであればですが、そうだよね。波が穏やかな人、そうでない人あるもんね。そうだよね。ヨッシーさん、博多、対馬間のフェリーで波があるときは地獄でさ、やっぱりそうなんだな。
窓を見たら水平線が上下に。その場合、トイレはとても臭いですが。そらまさしく地獄だな。てんたまさん、徳島、東京間のフェリー乗ってみたい。そう、なんかね、一周いいなと思ったわけどね。まあ、時間かかってもね、快適であればいいじゃんとは思ったんだけどさ、いや、高えなと思って。高えなと思ってさ、それで飛行機よりもね、高くて時間かかんのかと思ったら、ってちょっと思ったんだよね。カニタンさん、限界灘の、航路の地獄は、二度と見たくない。あ、そうなんだ。どんななんだろうな。結構みんな経験してるね。結構経験してるね。で、タマさん、高知から博多行きのフェリーに乗乗ったことがありますが、揺れましたね。ああね、やっぱり揺れんだよね。だからね、この前の小豆島移動するみたいなさ、なんか1時間、2時間程度だったらまあいいけどさ、長時間で揺れるってどうなんだろうっていうのが船はさ、ね、あるよな。だから、なんだっけ、東京の島のさ、一番遠いところ、小笠原だったっけ？小笠原もさ、行ってみたいなと思うけどさ、いやーね、長時間の船ちょっとなーで、やっぱりね、行ったことある人いるんだよ。でね、やっぱり船が地獄だったって。船が地獄だったよったっつって。だけど、その小笠原自体はとても素晴らしかったんで、いや、行ってよかったって言うけどさ、いや、それ行ってよくなかったらもうね、どうしようもない。行ってよくなかったらどうしようもないでしょ、みたいな感じで。そんな話を聞いてたんでさ、そっか、船はななんて思ってたんだよね。吉さん、天玉さん、瀬戸内海でも揺れることあるんですね。穏やかなイメージですがね、なんかそうやって言ってたよね。天玉さん、瀬戸内海はフェリーはほぼ揺れないはずです。そうなんだな。カニタンさん、いや、博多の近くで揺れたんだよ。天玉さん、高速線は小さいので揺れます。あ、高速の方が揺れるんだ。へえ、そうなのか。小さくてもほら、高速の方のが揺れないっていう風に聞いて、で、その大島に行く高速船ね、だったらね、酔わないかなと思って、じゃあいいかっていう感じで、使ってみたんだよね。揺れんのか。そっちの方が揺れんのか。ヨッシーさん、そういうことですか。なんかちょっと船話が、面白くなってきたところではございますが、ハテナでございますので、本日もお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。食べたな。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよってことは、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。